厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は普段クラシックを聴かない人でも絶対聴いたことのあるクラシック曲、ピアノ曲を20選ご紹介します。どこかで聴いたことのあるメロディーがたくさん出てきます。知らない曲があったという方はぜひコメントで教えてくださいね。それでは行ってみましょう。1曲目はこちらです。この曲はポーランド出身の作曲家ショパンの作った12のエチュード作品10第3番です。日本では別れの曲という名前で愛されています。エチュードというのは練習曲のことです。練習曲というのはその名前の通り、演奏技術を高めるために作られた曲のことを言います。しかしショパンのエチュードは技術的なトレーニングにとどまりません。メロディーの歌い方やリズムの取り方、情緒を表現することを学ぶためのエチュードと言われます。そのためショパンのエチュードは非常に芸術性が高く、多くの人に愛されています。ショパンはこのエチュードを作曲した当時、自分の書いた中で最も美しい旋律だと話したというエピソードが残っています。ゆったりしたテンポで奏でられるこの美しいメロディーは、クラシックを普段聴かない人の心にも響くのではないでしょうか。2曲目はこちらです。こちらも同じくショパンの作った3つのノクターン作品9第2番です。ノクターンは日本語で野草曲と表記されます。ショパンの活躍したロマン派の時代には、簡潔な形式の中に自由な感情表現を取り入れた短いピアノ曲がたくさん作られるようになりました。こういったピアノ曲のことを性格的小品と呼びます。このノクターンもその中の一つです。最初にノクターンという名前を打ち出したのはアイルランド出身のジョン・フィールドという作曲家です。こちらの書籍作曲家別名曲解説ライブラリー4ショパンでは、フィールドのノクターンの特徴がこんな風に説明されています。低音部の和声的な伴奏の上に、高音部が夜の静寂と夢見るような心持ちを表す優雅な旋律を歌う。ショパンのノクターンはこのフィールドのノクターンに影響を受けて作曲されましたが、より複雑性と多様性を持った高い表現力の作品が多数生み出されました。そんなショパンのノクターンの中で最も有名な作品がこの第2番です。装飾音のたくさん出てくる美しい旋律は多くの人々に愛されています。3曲目はこちらです。胃腸薬の CM でおなじみの名曲ですね。こちらもショパンの作曲した曲です。24のプレリュード作品28第7番です。プレリュードは日本語では前奏曲と表記されます。17世紀の半ば頃、宗教音楽や世俗音楽を演奏するときに前振りとして導入的に短い曲が演奏されていました。これを前奏曲プレリュードと呼んでいたのです。ショパンの活躍した19世紀ロマン派の時代に入ると、この前奏曲が独立した短い楽曲として演奏されるようになったのです。この曲もなんと演奏時間は約50秒という非常に短い曲です。4曲目はこちらです。
ちらもまたまたショパンの名曲です。即興曲第4番、幻想即興曲と呼ばれる名曲です。即興曲はフランス語で即席を意味するアンプロンプトゥと呼ばれます。即席とは言いますが、即興曲は決して即席で作られた曲ということではありません。17世紀には劇の幕間の出し物のことをアンプロンプトゥと呼んでいました。ショパンの活躍した19世紀ロマン派に入ると、即興的な自由度を持った作品のことをアンプロンプトゥ、即興曲と呼ぶようになったのです。ショパンは即興曲を4曲作曲していますが、どの曲も非常に構成的な美しさを兼ね備えているのが特徴です。5曲目はこちらです。こちらはハンガリー出身の作曲家リストの作曲した3つのノクターン、愛の夢第3番です。リストはショパンと同時代に活躍し、パリの社交界でアイドル的な人気を誇ったピアニストでした。彼はその華やかなスター性を存分に生かしたことでもよく知られています。例えば今では当たり前になっているピアノリサイタルを初めてやったのもリストです。それまでは一つのコンサートの舞台に複数の演奏家が乗るというのが基本でした。しかしリストは自分がただ一人の主役としてコンサートの最初から最後までを担うリサイタルを行ったのです。さらに楽譜を見ずにアンプでピアノを演奏することや、客席から見て右側にピアノを置いて蓋を開けて演奏するという方法を取ったのもリストだと言われています。そして自分の曲を演奏するだけではなく、様々な作曲家の曲をレパートリーにしたり、オーケストラや歌曲の名曲をピアノに編曲したり、魅力的なコンサート作りをしていったのです。この愛の夢も自分の作った歌曲をピアノ曲版に編曲したものなんです。なので今回のピアノ曲編でご紹介するか、歌曲編で出すかすごく悩んだのですが、今日は圧倒的にピアノ独奏版として演奏される機会が多いので、今回はこちらのピアノ曲編でご紹介しました。続いて6曲目はこちらです。こちらはドイツ出身の作曲家シューマンの作った子供の情景第7曲トロイメライです。シューマンもショパンやリストと同世代に活躍したロマン派の音楽家です。トロイメライというのはドイツ語で夢を表すトラウムから来た言葉で、夢見事なんて訳されることがあります。シューマンがこの子供の情景を作曲したのは、ピアニストで妻のクララにかけられた時々あなたは子供のようねという一言がきっかけでした。シューマンはこの言葉の余韻の中で30曲の小品を作り、その中から12曲を選び出して曲集にしました。そしてシューマン自身が子供の情景と名付けたのです。この作品は子供心を持った大人のためのピアノ曲と呼ばれます。12曲の中でもこのトロイメライは名曲中の名曲として知られていて、多くのピアニストたちに愛され続けています。7曲目はこちらです。給湯器の音楽に使用されている曲なので、お家の中でお風呂が沸きましたというアナウンスと一緒に聞かれた方も多いのではないでしょうか。こちらはドイツの作曲家エステンが作曲した人形の夢と目覚めという曲です。こちらは先ほどの同じドイツ出身の作曲家シューマンのトロイメライが入った曲集と同じタイトル、子供の情景と名付けられた曲集の第4曲です。エステンはシューマンの3歳年下の音楽家で、ベルリンでピアノ教師として人気を博した人物です。
当時のサロン文化にぴったりのピアノの商品をたくさん作りましたが、現在作曲家としてのエステンの知名度はあまり高くなく、この曲もクラシックファンの中でも聞いたことはあるけれどもタイトルや作曲家は知らないという方も多い作品なんです。8曲目はこちらです。こちらの曲はドイツの作曲家ベートーベンの作ったバガテル・エリーゼのためにです。ベートーベンはこれまで紹介してきたショパン、リスト、シューマンといったロマン派の音楽家たちよりもだいたい40年ほど前、古典派と呼ばれる時代に活躍した作曲家です。エリーゼというのはベートーベンの愛した女性のことで、それが誰なのかは未だに議論が続いていますが、一説によるとベートーベンが39歳の頃に出会ったテレーゼ・フォン・マルファッティという大富豪の令嬢だったと言われています。ベートーベンが恋をした女性についてはこちらの動画にまとめていますので、興味のある方はぜひご覧ください。9曲目はこちらです。こちらも同じくベートーベンの作曲したピアノソナタ第8番悲愴第2楽章です。ピアノソナタというのはソナタ形式と呼ばれる構成で作曲されたピアノ曲のことで、多くの場合3楽章制で作曲されます。ベートーベンは生涯32曲の番号付きのピアノソナタを作曲しました。ベートーベンの32曲のピアノソナタは音楽の新約聖書と呼ばれるほど後世の音楽家たちに大きな影響を与えています。この第8番悲愴は32曲の中でも初期の傑作として名高い人気の高い曲です。今お聴きいただいている第2楽章は歌詞をつけられて歌われることもあり、ピアノの独奏曲というジャンルを超えて多くの人々に愛される名曲となっています。ちなみに私はこの有名な第2楽章以上に第1楽章と3楽章も大好きなので、この曲が気に入ったという方はぜひ全楽章を通して聴いてみてください。折り返しの10曲目はこちらです。こちらもベートーベンの作曲した曲です。トルコ行進曲による6つの変奏曲です。リズミカルで力強いこの曲は、もともとはトルコ行進曲をテーマに作られた曲ではありませんでした。このトルコ行進曲による6つの変奏曲が作曲されてから2年後のことです。ベートーベンはアテネの廃墟という劇につける音楽を作曲しました。その4曲目にこのピアノ曲が転用されて、そこでトルコ行進曲と名前が付けられたのです。それを受けてこの元になったピアノ曲の方が後付けでトルコ行進曲による変奏曲と呼ばれるようになったのです。ベートーベンは他にも数々の名ピアノ曲を残しています。代表曲についてはこちらの動画で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。11曲目はこちらです。こちらはベートーベンより少し前に活躍したオーストリアの天才作曲家モーツァルトの作品です。こちらもトルコ行進曲の名前がついています。正式にはピアノソナタ第11番トルコ行進曲付きの第3楽章です。この曲は今はピアノソナタと呼ばれますが、実はモーツァルトの時代の鍵盤楽器はピアノだけではなかったんです。古くから演奏されている鍵盤楽器といえば、楽器の王様と呼ばれるオルガンです。オルガンは鍵盤を押すことでパイプに空気を送って音を鳴らす楽器です。この風を送る形のオルガンは遅くとも9世紀の後半にはローマカトリック教会の儀式で使われていました。
その後長い時を経て13世紀から14世紀頃に誕生したのがクラビコードという鍵盤楽器です。クラビコードは鍵盤を押すことで弦を叩いて音を鳴らす楽器です。さらにその少し後にクラビチェンバロと呼ばれる鍵盤楽器も普及しました。このクラビチェンバロは鍵盤を押すことで弦を弾いて音を鳴らす楽器です。そして1709年にイタリアで発明されたのがクラビチェンバロのボディを使ってハンマーで弦を叩く方式のクラビチェンバロコルピアノエフォルテと呼ばれる楽器です。これは通称ピアノフォルテとかフォルテピアノと呼ばれます。このピアノフォルテが現在のピアノの始まりの楽器となりました。名前の通り音の強弱、フォルテやピアノが鍵盤のタッチによって自由自在になった画期的な楽器でした。そのためこのピアノフォルテはヨーロッパ各地で改良が進められ、様々なスタイルのピアノが作られるようになったのです。モーツァルトが生まれた1756年はちょうどこのピアノの発展の時期でした。クラビコード、クラビチェンバロ、そしてピアノフォルテなど弦を鳴らすタイプの鍵盤楽器はクラビーアという総称で呼ばれていました。なのでこの曲も当時はピアノソナタではなくクラビーアソナタとして書かれたのです。ちなみに当時のピアノは5オクターブから5オクターブ半程度の音域を持っていました。それがモーツァルトの少し後の時代、ベートーベン以降ロマン派に入っていくと音域は最終的に7オクターブに広がり、音量の幅も広がって性能も上がっていきます。こうして他の鍵盤楽器クラビーアとは区別したピアノ専用の曲が作られるようになっていくのです。12曲目はこちらです。こちらは音楽の父と呼ばれるドイツの作曲家バッハの作品です。平均律クラビーア曲集第1巻第1曲波長調プレリュードです。先ほどベートーベンの32曲のピアノソナタが音楽の新約聖書と呼ばれているというお話をしましたが、このバッハの平均律クラビーア曲集は音楽の旧約聖書と呼ばれている名作です。この平均律クラビーア曲集は波長調波短調 A 波長調 A 波短調2長調2短調という具合で全24の調を一つずつ使った24曲で作られた曲集なんです。これはバッハが溺愛していた長男ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためにクラビーア曲の演奏や作曲の技術や知識、そして音楽家としての心構えを身につけるために作られた教材的な曲集だと言われています。ちなみにこの作曲のおよそ140年後、この曲を元にした大ヒット曲が作られます。作曲のきっかけはシャルル・グノーというフランスの作曲家がこのバッハの曲を弾きながら即興でメロディーをつけて演奏したことでした。それを聴いていたピアニストのピエール・ジメルマンがさらにアレンジを加え、1853年バッハの平均律による瞑想曲とタイトルをつけて楽譜を売り出したのです。これが大ヒットしたため、さらにアベマリアの歌詞をつけてグノーのアベマリアというタイトルにして曲を発表しました。これが現在もグノーのアベマリアというタイトルでよく知られ、クリスマスシーズンに耳にすることの多い作品となったのです。13曲目はこちらです。こちらの曲はバッハが妻のアンナ・マクダレーナに送ったクラビーア曲集の一曲です。アンナ・マクダレーナ・バッハのためのクラビーア小曲集第2巻の第4曲メヌエット都庁調です。この曲集はアンナ・マクダレーナ・バッハの音楽調とも呼ばれるのですが、その名前の通りクラビーアを演奏するための様々な曲をバッハが詰め合わせた曲集と呼ばれています。
この曲集に収録されている曲はしばらくバッハ自身が作曲したと伝えられてきたんですが、実は近年このメヌエットを含むいくつかの曲がバッハの作品ではないということが明らかになりました。このメヌエットを作曲したのはクリスティアン・ペツォルトというバロック時代のオルガニストとされています。しかしこれまでの慣習で現在でもバッハの作品として演奏される機会も多いのです。そのためこの動画では2名を連名にして記載しています。ちなみにここで番外編としてバッハの作曲したピアノと並ぶ鍵盤楽器、オルガンの有名曲も1曲紹介したいと思います。替え歌でよく耳にするこちらの曲です。14曲目はこちらです。こちらは CM でよく耳にする曲ですね。19世紀後半に活躍したチェコの作曲家ドボルザークの作品です。8つのユモレスクの第7曲ユモレスクです。ドボルザークは当時大人気の音楽家であり教育者でもありました。1892年ドボルザークは巨額のオファーを受けてニューヨークの音楽院の院長に就任しました。ドボルザークはアメリカに滞在している中で黒人の音楽から大きな影響を受け作曲します。この曲もアメリカ滞在の3年目の夏にチェコに一時帰国していた時に書かれた曲です。ブルーノーツと言われる現在のブルース、ジャズにもつながる黒人民謡の特徴とチェコの民族音楽の要素が取り入れられた作品です。15曲目はこちらです。こちらは19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの作曲家ドビュッシーの作品です。2つのアラベスク第1曲です。ドビュッシーは印象主義とか象徴主義と呼ばれる独特の音楽を作曲した音楽家です。アラベスクというのはアラビア風という意味で、もともとはアラビア建築などで見られるアラビアの美術的な装飾を表す言葉でした。ここから派生して音楽の場面では幻想的で装飾的な曲を表す時に使われる言葉となったのです。同じ文様が繰り返し使われるアラビア模様のように美しい三連符が重なり合って作られた名曲となっています。この第1曲がよく知られていますが、私はこの第1曲とはまた全然違った魅力のある第2曲も大好きです。興味のある方は一度聴いてみてください。16曲目がこちらです。こちらもドビュッシーの作品です。ベルガマスク組曲第3曲月の光です。元は感傷的な散歩と名付けられていました。ベルガマスクというのはイタリアのベルガモという町の踊りを指す言葉だと言われています。ドビュッシーはこのベルガマスク組曲を完成させるのに15年という歳月をかけました。ロココ時代のフランスの画家バトーの絵画や
フランスの先輩作曲家フォーレの音楽にインスピレーションを受けて何度も試行錯誤を重ねて完成に至った名作と言われています。組曲の中ではこの月の光が最も有名ですが、他の曲も名曲揃いなのでぜひ聴いてみてください。17曲目はこちらです。こちらはドビュッシーの4年後に同じフランスに生まれたサティの名曲3つのジムノペディ第1番です。サティはドビュッシーの友人でもありライバルでもありました。ドビュッシーが印象主義、象徴主義という革新的なスタイルの作曲家であったように、サティはモダニズムの旗手として知られていました。この2人の活躍した時代というのは19世紀前半にショパンやリスト、シューマンらが栄華を極めたロマン派音楽というのがどんどん肥大化していった時代でした。そこに反発するかのようにドビュッシーは主題や筋書きといった音楽の構造を取り払い、雰囲気とか情感を音楽にすることを目指しました。一方でサティは装飾とか感情表現を取り払い、簡素で単純、超然とした作風の音楽を作ったのです。ちなみに番外編としてサティの代表作をもう一曲お聴きいただきましょう。こちらは歌曲として作曲された名曲ですが、ピアノ独奏版も非常に人気な作品です。18曲目はこちらです。CM でよく聞くこの曲はポーランドの作曲家バダジェフスカの乙女の祈りという曲です。日本ではバダジェフスカと呼ばれるこの音楽家の本名はテクラ・ボンダジェフスカ・バラノフスカという、なんと作曲家では珍しい女性なんです。バダジェフスカはドボルザークよりだいたい10年ほど前、およそ1830年代に生まれたとされています。彼女は本格的な音楽教育を受けていないにもかかわらず、サロンで大活躍していたピアニストでした。この曲は1851年にワルシャワで出版され、パリの音楽雑誌に取り上げられたことで一躍有名になりました。バダジェフスカはこの曲を作曲した後に結婚し、ピアノの商品の作曲を続けました。しかし病弱だったバダジェフスカは1861年に20代半ばから後半という若さで亡くなってしまったのです。その後バダジェフスカの作品や資料は戦争によってほとんどが失われてしまいました。奇跡的に残っている数少ない作品がこの乙女の祈りなのです。さて残りの2曲はいずれもピアノ曲として先に作曲されましたが、その後管弦楽曲として編曲されて今も管弦楽曲として親しまれている作品が続きます。19曲目はこちらです。この曲はドイツの作曲家ブラームスの作曲したハンガリー舞曲集第5番です。ブラームスはシューマンの後輩、ドボルザークの先輩にあたる時代に活躍した作曲家です。この曲の始まりはハンガリー系のバイオリニストレメーニと一緒に演奏旅行に出かけた時でした。
レメーニはハンガリーのロマの音楽をブラームスに何度も弾き聞かせました。ブラームスはそれをメモに取り、そのおよそ15年後に曲として仕上げたのがこのハンガリー舞曲集です。当初ピアノの連弾版として出版されたこのハンガリー舞曲集は大ヒットとなりました。しかしその頃にはブラームスとレメーニの関係性は変わっていたのです。レメーニはブラームスの高い人気に嫉妬していました。そしてレメーニはハンガリー舞曲集には自分の作った旋律が勝手に使われていると主張して著作権侵害でブラームスを訴えたのです。結局ブラームスは作曲ではなく編曲という形で出版をしたことで難を逃れました。この名曲はピアノ独奏版やシュメリングの編曲した管弦楽曲版もよく知られています。管弦楽曲版も聴いていただきましょう。そして最後の曲もピアノ曲、管弦楽曲ともに有名な曲です。まずはピアノ曲版を聴いていただきましょう。この曲はロシアの作曲家ムソルグスキーの組曲「展覧会の絵」の第一プロムナードです。19世紀の半ばから後半にかけて活躍したムソルグスキーはロシア5人組と呼ばれる前衛的な音楽グループに入り作曲を学びました。ムソルグスキーは連作の絵画のような音楽を作りますが、あまりに前衛的すぎたこととやや荒削りだったということで当時はなかなか評価を得られませんでした。この展覧会の絵もムソルグスキーの生前には一度も演奏されなかったのです。しかしムソルグスキーの死後に何人もの作曲家たちがこの曲の編曲に取り組みました。そしてムソルグスキーの死から40年以上経った1922年、フランスの作曲家ラベルがこの曲を管弦楽曲版に編曲したのです。ラベルのオーケストレーションによって展覧会の絵は鮮やかで立体的な作品となり、今日も愛される名曲レパートリーとなったのです。ではラベルの管弦楽曲版も聴いていただきましょう。はい、ここまでピアノの有名曲を20曲ご紹介してきましたがいかがでしたか？全曲ご存知だったでしょうか？今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンを押してください。このシリーズは交響曲、交響詩編やオペラ、オペレッタ編も出していますので、ぜひそちらもご覧くださいね。そして動画の感想はぜひコメント欄にお寄せください。今後も厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに毎週金曜日の夜8時にクラシック音楽を楽しむ入り口となる動画を配信しています。有名な作曲家の人生や代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団や演奏家の紹介や有名曲のご紹介など様々な動画を配信しています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！